フィルムカメラ、フィルム写真。レトロニウムな言葉ですね。ご存知の通り、過去ではカメラといえば現代で表現するフィルムカメラのことを表していました。有名なものの一つとして、例えばコダックであれば、個人撮影における世界のティラノサウルスのような存在だったんだけれども、流星のごとく飛来したデジタルカメラによって一瞬で駆逐されました。一瞬というのは少し大げさな表現ではあるんだけれども、理由は単純です。デジタルカメラは保存できるデータ量が許す限り何枚でも撮影することができます。撮影したデータをその場で消せば、実質無限に撮影できるとも言えます。撮影した写真のレタッチ、合成、編集もパソコン1台があればできると言っていいと思います。それに比べてフィルムは撮影できる枚数が限られています。フィルムのロール分しか撮影することができないし、写真1枚にかかるコストがデジタルとは比べ物にならないほど大きいです。もちろん、撮影に失敗した写真を消すこともできません。写真の現像にも専用の機材や施設が必要になってきます。便利すぎるデジタルカメラの誕生によって、フィルムカメラは今では影の薄い存在になっていることは事実です。このままフィルムカメラは絶滅するのかというと、個人的にはそうではないと思っています。フィルムは過去の技術だと思われがちなんだけれども、デジタルよりも優れたメリットがいくつか存在します。この動画を撮っている時点では、1枚で撮影できるデジタルカメラの最高画素数は1億5000万画素くらいです。それに比べてフィルムの場合、画素数に換算すると6億画素、32K ほどの引き伸ばしにも耐えるものが存在します。デジタルは合成をすれば画素数を増やすことができるんだけれども、たった1枚のフィルムでこれだけの情報量を記録できるのはとんでもないことです。記録方法としても物理的に残すことができるのは最強の保存方法だと個人的には思っています。フィルムカメラが好きな人がいたり、需要がある限り消えることはないと思うし、消えてほしくない技術です。そして、フィルムは表現として残り続けると思います。フィルム写真を見た時に感じる印象として、ノスタルジー、柔らかさ、特殊な色空間による独特な雰囲気があります。これらはフィルム写真ならではの特徴であって、表現でもあります。フィルム写真の特徴をもう少し詳しく見ていきます。デジタルの場合、四角形の画素が縦横に並べられて画面が成立しています。写真がとてもシャープに感じるメリットがあるんだけれども、反対に写真の印象が硬くなる場合があります。画素数が低い場合だと輪郭がギザギザとして画面全体がザラッとした雰囲気にもなります。フィルムの場合、デジタルでいう画素に当たる部分は丸い粒子がランダムに配置されて成立しています。被写体を形成する輪郭がデジタルに比べて滑らかになるので、写真全体が柔らかくてリッチな雰囲気になります。すべてのフィルムに当てはまるわけではないんだけれども、この粒子のサイズが大きくなって存在感が強くなると、フィルムならではの粒子感のある描写になります。粒子感が強いとザラッとした雰囲気にはなるんだけれども、この丸い粒子のおかげで柔らかい印象になるとも言えます。モニターで写真を表示すると四角形の画素で表示されることになるので、デジタルのフィルムの違いが分かりづらいんだけれども、紙などに印刷すると違いが顕著に出てきます。フィルムは種類によって色が違います。そしてこのフィルムの色によって撮影する色空間が決定します。フィルム固有の色空間とそれによる発色の描写がフィルムらしさを感じる特徴にもなります。フィルムの特徴はもちろん他にもあるんだけれども、デジタル写真にこれらの特徴を加えることができれば、フィルムらしい表現をすることができます。実際にライトルームやフォトショップでデジタル写真をフィルム写真風に編集することができます。ただ、あくまでフィルム風なだけであって、完全にフィルムの特徴を再現するのは難しいです。漠然としたイメージでフィルムのような表現をしようとすると、まとまりのないよくわからない表現になりやすいです。フィルム写真の技術のリスペクトを含めて、なるべく完全に再現したいことがあります。少なくとも僕はそう思う一人です。リハンサー、デジタル写真をフィルム写真のようにすることができるプラグインソフトウェアです。どのくらいフィルムのようにできるかというと、本物のフィルムと見分けがつかないくらいに近づけることができます。リハンサーの大きな特徴の一つとして、写真を紙に印刷するところまでを見越して編集できることです。画面上ではデジタル写真をフィルム風に編集して本物のように近づけることができるんだけれども、紙に印刷する場合、フィルムのような質感を表現するのは実はとても難しいことです。目が肥えている人が見れば、これはデジタル写真にフィルターやプリセットを使ったんだなっていうことがわかります。リハンサーであれば画面上はもちろんのこと、紙に印刷しても本物のフィルムの写真と見分けがつかないくらいにまで仕上げることができます。本物のフィルムにどのくらい近づけることができるのか比較していきたいところではあるんだけれども、今回のこの動画ではリハンサーの基本的な操作や画面上の仕上がりを見ていきたいと思います。リハンサーの操作の前にこのソフトウェアのおすすめの使用環境を紹介します。撮影する段階ではカラーチェッカーやグレーカードを使うのをおすすめします。編集によってフィルムの色に変化させることになるので、
オリジナルの写真の色空間、色温度をフラットにすると良い結果になります。撮影した時の色空間が偏っている写真だと、フィルムの色を加えても正しく表現できない時があります。あとは色が混ざって写真が汚い感じになったりもします。これはこのソフトウェアだけの話ではなくて、撮影の時の色情報を正しくしたり、編集によって色に変化を加えたい場合は、グレーカードなどを使うのは基本になります。撮影の段階で色の情報を正しく記録しても、その色の情報を正しく表示できないと意味がありません。色編集専用のモニターを使って写真を表示するとより良い結果になります。おすすめは映像のカラーエッジシリーズです。色情報を正しく表示できるのはもちろんのこと、色編集に必要な機能が揃っているのでおすすめです。特に映像のカラーエッジシリーズは写真をプリントするときに画面の色と印刷した写真の色をマッチングさせることができるので、ディハンサーとの相性が非常にいいです。ディハンサー側にもどのように色を表示させるか細かく設定することができるので、このモニターであればソフトウェアのポテンシャルを十分に引き出すことができます。ディハンサーの操作をしていきます。今回は Photoshop のプラグインとして操作をしていきます。編集したい写真を Photoshop で開きます。フィルターからディハンサーフィルムをクリックします。ディハンサーのウィンドウが開きます。編集の環境としてヒストグラムを表示して、編集の結果をリアルタイムで表示するプレビューをオンにすることをお勧めします。左上のフィルムを選択していると、フィルムプロファイルが表示されます。フィルムプロファイルにチェックを入れて機能をオンにします。すでに製造されているフィルムのルックを選択することができます。一つ一つにフィルム名が表示してある通り、そのフィルムの特徴が再現されています。自分が好きなフィルムがあるならそれを選んでもいいし、好みの見た目があるならそれを選んでもいいと思います。今回はコダックのカラープラス200を使ってみます。この時点でかなりフィルムに近い表現ができていますが、ここからさらにフィルムの特徴を加えていきます。まずはフィルムならではの粒子感を加えていきます。フィルムグレインを選択してチェックを入れて機能をオンにします。写真に粒子感が出てノイジーな雰囲気になります。この時点で目的の見た目になっているならそれで終わりにしてもいいです。もう少し強い粒子感を表現したい場合は粒子のサイズや量を調整することができます。自分が目的にしている写真のサイズや解像度で粒子感が表現できるように調整できればいいと思います。次に写真にハレーションを入れていきます。ハレーションというのはフィルム写真にしか起こらない現象です。レンズから強い光が直接入って画面の一部がぼやけて映る現象です。原理を超簡単に説明すると、フィルムを通過する光が強すぎると、フィルムを通過した後にフィルムの支持体などに反射してもう一度フィルムに感光することです。その結果、強い光源の周りが白くぼやけたように映ります。フレアと混同されがちなんだけれども、フレアはデジタルとフィルムどちらにも発生します。ハレーションはフィルムカメラにしか発生しないので、ハレーションを加えればよりフィルム写真らしくすることができるということです。ハレーションの機能をオンにします。この写真の場合、カメラの金属部分が強い光を発しているので、ここにハレーションが発生します。これがハレーションなし。これがハレーションありです。強い光源周辺がぼやけて表現されているのがわかると思います。マスクモードをオンにすると、ハレーションが出ている部分を確認することができます。ハレーションの効果が強すぎると感じる場合は、ソースリミッターの数値を大きくします。制限を大きくすれば、ハレーションが発生する部分を少なくすることができます。自分が意図している強さにできればいいと思います。次にブルームを加えていきます。ブルームはハレーションと似ている現象ではあります。ハレーションは特に強い光源の周りの一部で発生することに対して、ブルームはより広い範囲で発生します。原理としてはレンズに入った光がカメラの内部で拡散したり乱反射することで光源の周りがぼやっと映ることです。最新のカメラやレンズではあまり見ることがない現象ではあるんだけれども、古い機材ではよく発生する現象です。ブルームを加えると光が柔らかい感じになってよりフィルムに近い表現になります。これもマスクで確認することができるし、自分の好みに調整をするといいと思います。最後にビネットです。日本語では周辺光量と表現されます。これは撮影したレンズによっても発生することがあります。古いレンズではこの周辺光量が少なくなる傾向にあるので、それを表現したい場合はビネットをオンにして調整をするといいと思います。ここまであればフィルムの描写にかなり近づいたと思います。最初から順を追って見ていきます。オリジナル、フィルムプロファイル、グレイン、ハレーション、ブルーム、ビネット。フィルム固有の特徴を加えることでフィルム写真風に仕上げることができるとわかると思います。他にもフィルムに近づけたり、プロ向けのより細かい調整ができるのがディハンサーのすごいところです。個人的にヒストグラムが大きく表示されているのはとても好きです。写真を編集するときはヒストグラムを表示して、ヒストグラムを見ながら操作をするんだけれども、写真の下に大きく表示されているのが直感的でわかりやすくてとてもいいです。操作の画面としてもシンプルでとても使いやすいです。入れたい効果のオンオフが簡単にできるし、
効果ごとの初期化も簡単です。画面全体のデザインも洗練されていて、とても美しいです。写真の色を正確に見たいときは、写真の周りに色がごじゃごじゃってあると非常に気が散るんだけれども、グレーで統一されていてとても快適です。このディハンサーは Lightroom、Photoshop、Affinity、スタジオ撮影などで多く使用されるキャプチャー版のプラグインとして使うことができます。かなり本格的な編集をすることができるので、こだわりのある編集をしたい場合はお勧めします。そして専用のプロモーションコードを使うと 10% オフで購入することができるので、ぜひチェックしてみてください。ディハンサーが対応しているソフトウェアからもわかる通り、かなりプロ向けと言えると思います。編集の性能や仕上がりは素晴らしいんだけれども、一つデメリットを挙げるとすれば、パソコンを起動して Photoshop や Lightroom を開かないと使えないということです。このディハンサーの機能をもっと手軽に使いたい時もあります。ディハンサーは iOS のアプリケーションがあります。今回の動画で使ったグレイン、ハレーション、ブルームなどの機能がアプリケーションでも同じように使うことができます。パソコンを持っていなくても本格的な編集をすることができるし、スマートフォンのカメラで撮影した写真をそのまま編集することもできます。アプリケーションの操作もシンプルで非常にわかりやすいし、iPhone や iPad の画面で直感的に編集できるのはかなり便利です。いいね。仕上がりも非常にいい感じです。デジタル写真をフィルム写真のように編集したいのであれば、フィルム写真の特徴を理解している必要があります。ディハンサーはフィルムの特徴を本格的に再現できる数少ないソフトウェアです。デジタル写真のシャープでメリハリのある描写ももちろんいいんだけれども、フィルムならではの表現や今までに培ってきたフィルムの技術を残していくことも大切だと思います。より本格的によりこだわってフィルムの表現をしたい場合は、ディハンサーを使って編集をすることをお勧めします。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。